さんはじめまして、ホムチューと申します。今日は5月に納車したストリートツインボール最初は頑張って録音していたんですけど、思いのほか滑舌が悪かったのと、おっさんが喋って何が面白いねん、と思い至ったので文明の利器に頼りました。はじめまして、ホムチューと申します。5月の末にトライアウトのストリートツインを納車したので、自慢動画を作ってみました。ということで、この動画ではゴールドラインスペシャルエディションのスペシャルなところを紹介しつつ、2020年モデルや私が以前乗っていたホンダ CB250R との比較という形で簡単なインプレッションをしていきたいと思います。2021年モデルは通常カラーの他にゴールドラインスペシャルエディションという世界で1000台限定のモデルがラインナップされていて、限定という言葉に弱い典型的な日本人の私は迷わず飛びついたというわけです。ゴールドラインスペシャルエディションの最大の特徴といえば、その名前の由来ともなった職人により手書きで描かれた金色の線です。パッと見たところでは、これ手書きする意味あるのって思えるようなシンプルさですが、クラフトマンシップという単語や、1台ごとに割り振られたビルナンバーが、男の子のマニア心をくすぐります。タンクカラーはゴールドライン限定のマットブラックで、黒プラスキンという万能ページで、かっこよさのお約束を外さない仕草を演出しています。私のストリートツインに関しては、加えてインテークカバーをシルバーからブラックに変更してより黒さを際立たせるようにしています。男は黒に染まれ、というのが、確か法律で決まっていたと記憶しているので、この変更は必然でした。カラーリング以外の見た目や基本性能は通常版のストリートツインと同じです。2021年のストリートツインは大きく2つの変更が加えられています。1つ目はユーロ5への適合です。こちらの変更は正直言って体感できる内容は何もありません。強いて言えば燃費が悪化する懸念がありましたが、約400キロ走った現状でリッター25キロなので以前と同等と言えるかと思います。2つ目の変更点はシートコーンのアップです。この変更が嬉しい誤算でして、シートが10ミリ厚くなりシートコーが765ミリになったことが、荷グリップのしやすさに寄与しています。2020年モデルのストリートツインに試乗した時は、膝でタンクをつまむような感覚でしたが、今回の変更によって太もも全体でタンクを持ち上げるようにして、荷グリップできるようになっており、ヒット感が増すことで無駄な力が入らずに自然体で乗れるようになっています。シートコーがアップしたといっても、765ミリはバイクの中では作る方なので身長173センチの私でも両足べったりです。車重 217kg と大型では平均的ですが、荷グリップしやすさの向上によって CB250R と同等かと思えるくらい取り扱いは楽になっています。さすがに車庫から出すときは重さを感じますが、コーナリングやハンドルの取り回しは中型と遜色ないくらいソフトです。アシストクラッチも気軽な運転に一役買っていますし、65馬力という高すぎない出力ものんびり走るには、決してオーバースペックでないバランスを保っています。10人中10人全てが気になっているのが、お尻が痛くならないかだと思いますが、CB250R は比較的シートが薄かったのに対して、ストリートツインは前述の通り厚手のシートを装備しているので、ロングツーリングもお尻が快適に過ごせます。判断できていないポイントは、ギアが5速までしかない点です。下道では3か4速中心の運転で5速は意図しなければ使わないので、6速が必要と感じてしまうかどうかは、高速域で使ってみないとわからなさそうです。まだ鳴らし運転が終わっておらず、高速や攻めた運転が
ができていませんが、車体に慣れてきたらそこら辺の感想もお届けしたいと思います。以上が簡単ですが、ストリートツインゴールドラインの紹介になります。なお、世界で限定1000台と言いつつどうやら6月現在でも手に入るようなので、万が一にもこの動画を見て欲しくなったという方は購入を検討してみてください。出かけるたびにニヤニヤできる非常に美しいバイクです。普段は福岡を中心に九州一帯をツーリングしています。今後もバイク関連の動画と、すでに上がっているドローン動画を中心に更新していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後に、気の利いた音楽に合わせて、